いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しのA子です。今日はかぼちゃ食パンを作ります。10月に入ってハロウィンが近づいてきたので、かぼちゃのパンを作ろうと思って牛乳パックを使ったちぎりパンを予定してたんですが、ふとかぼちゃペーストを挟んだこのねじねじ成形が作りたくなって、今回はこちらにしました。黄色くて可愛い生地には今回もお酢を入れましたので、翌日もしっとりふわふわです。ぜひお試しください。ではかぼちゃペーストを作るところから始めます。竹串や爪楊枝を刺して中まで柔らかくなっているのを確認します。皮の部分は細く切ってきんぴらにすると美味しいみたいなので、残さず食べようと思います。皮を取ったら 160g ありました。生地に使う 70g を測ります。残りのかぼちゃが 90g だったので、かぼちゃが10、生クリームと砂糖が 1:1 の割合で入れていきます。生クリームが 9g、10g 入っちゃった。まあいいや。砂糖も 9g。 はい、よく混ぜたらフィリングの出来上がりです。材料です。強力粉、砂糖、塩、生クリーム、牛乳、米酢、そして予備発酵用のドライイーストとぬるま湯です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、イーストを振り入れます。イーストをよく溶かしたら、このまま5分から10分ぐらい室温に置いておきます。粉類を合わせます。強力粉、残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、今8分ほど経ってイーストはこんな感じになっています。もうブクブクに泡が立っているので、これで OK です。で、生地を作るボウルに今日はかぼちゃを溶かしておこうと思います。生クリーム、牛乳、生クリームと牛乳は30度ぐらいに温めたものを使いました。で、かぼちゃを溶かしておきます。かぼちゃのつぶつぶが残っていても大丈夫です。で、この中にイーストを加えます。くるくるくると回転させながらちゃっと入れるときれいに取れます。で、この中に先ほど合わせた粉類半分くらい入れます。はい、このくらい。大体の量で大丈夫です。はい、混ぜます。よーく混ぜて、粉が見えなくなって滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。ちなみに本日の室温は27度です。はい、10分経ちました。下には濡れた布巾を敷いておきます。で、この中にお酢を入れます。お酢は最後です。分離しちゃうので最後に入れてください。で、この時もね、早めにガーって混ぜないと分離するので、ちょっと急ぎめに混ぜます。で、もう大丈夫。で、残りの粉をここに入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。はい、こんな感じで全体に水分が回ったら、いつもはハムスター混ぜをするんですけど、今日はハムスター混ぜをしません。どうしてかっていうと、今日の生地はちょっと固めにしたいので、ハムスター混ぜやりにくいんですよ。なので手で混ぜます。こんな感じでボウルの中で混ぜていきます。
日はね3分ぐらい混ぜてください。はい、3分のタイマーをかけました。手でギュッギュッギュッってこんな感じでやっていくとかぼちゃも潰れますし、生地もよく混ざります。ギューってやったり、グーで押しごねをしたり、かぼちゃの塊があったら潰したり。ほら結構硬いでしょ。ハムスター混ぜやりにくかったんですよ。そんなに力を入れることもないんですけど、3分間頑張りましょう。こんな感じのね硬さを目指してください。はい、3分経ちました。生地はねこんな感じです。ちょっとだけ表面を整えます。蓋をして今度は30度から35度の温かいところに20分置いておきます。今日は熱いお湯の入ったカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。20分経ちました。では1回目のパンチを行います。今日はパンチ2回です。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。生地の表面を整えます。蓋をしてまた20分温かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。はい、表面を整えたら軽く慣らします。はい、蓋をして2倍くらいの大きさになるまで30度から35度くらいの温かいところで一次発酵させます。一次発酵が終了しました。見えますか？蓋につくくらいまでパンパンに発酵しました。35分ぐらいでこのくらいになりました。では台の上に移します。なんか黄色くって可愛いですね。ぷっくりしてる。ガスを抜いて丸め直します。表面を張らせるように丸め直したらタッパーをかぶせて15分ほどベンチタイムを取ります。はい、今日使う一斤型です。先ほど使った手袋でこのように薄くオイルを塗っています。いつもの太白ごま油。私の使っているこのスーパーシリコン加工の型はオイルを塗らなくてもこびりついたりはしないんですけれども、塗った方が長持ちをするということなので私は塗って使っています。はい、準備 OK。 はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に粉をまぶしてガスを抜きます。細長く伸ばしていきます。綺麗な面を下にして、大きさの目安は長さがだいたい30センチぐらいで、横の幅が16センチぐらい。綿棒は中心から上へ、中心から下へ。だいたいいい感じに伸びました。こっちが今32ぐらいで、横の幅が17センチぐらいかな。この幅が一斤型の幅ぐらいね。これよりちょっと小さい感じで、だいたい半分ぐらいのところを印をつけて、先ほど作ったかぼちゃのペーストを塗ります。だいたい 110g ぐらいあるんですけど全部使います。ヘラよりも手の方が塗りやすいので、ここでも手袋を使っています。端っこの方もね、なるべくまんべんなくペーストを塗ります。そしたら2つ折りにします。少しだけ伸ばします。この長さね、だいたい20センチぐらいを目指します。それでこのカードが12センチなんだけど、カードより
ちょっと上くらいかな。印をつけます。7本切り込みを入れます。ちょっと下書きします。サクッと切っていきましょう。で切れたらねじねじしていきます。この付け根のとこをグイッとして12344回転か5回転ぐらいかな。グイッと12345、今日は5回転だった。そしたら巻いていきます。よいしょ。巻き終わりはなんとなくこんな感じで閉じます。ぎゅーっと寄せて型に入れます。閉じ目を下にして型に入れます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。型からちょっと出るくらいまでが目安です。だいたい30分ぐらいから様子を見たいと思います。固く絞った濡れ布巾をかぶせていってきます。はい、最終発酵が終了しました。38分経ったところで出してきました。オーブンは180度に予熱をスタートさせています。天板も一緒に入れています。型からちょっと出ているのが分かりますか？このくらいです。では牛乳を塗っていきます。この辺なんか分かります？ちょっとねじり方が雑だったみたいで切れそうになってる。そしたらアーモンドスライスを飾ります。本当はね、かぼちゃの種があったらかぼちゃの種を乗せるといいんですけど、近所に売ってなかったんですよね。なので大好きなスライスアーモンドにします。ちょっと切れそうなところにもちょっとアーモンドのっけて隠しちゃおう。予熱が完了したので170度から180度で15分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で10分、170度で14分、合計24分焼きました。つや出しのために今日は牛乳を塗りました。ピカピカで美味しそう。はい、完成です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけましたらチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。